はい、皆さんこんにちは。今回はこの AR シャーシリアバンパーの方が完成したのでご紹介したいかなと思います。前回はこのフロントのバンパーを作ってなるべく強度を高めるようなことをしてみました。リアバンパーの方は FRP 縛りということもあるので全部 FRP のプレートを使って作りました。特に変わったことはしてないんですが、いつも通りタイヤの径を後で変えると思うので、ブレーキやローラーの高さ調節が簡単にできるようなバンパーにして、特にギミックとかは使ってないリジットのものになります。ということで、わりかし簡単に作れるリアバンパーだと思うので、使う工具もリューターとダイヤモンドカッターとサラビスビットだけで作れると思います。なんなら FRP よく切れるハサミだったりペンチとかでもカットはできるので、サービス加工をピンバイスなどでやればリューターなどの電気工具がなくても作れるかなと思います。はい、それで作ったリアバンパーはこんな感じの形状になっていまして、結構かっこよくできたんじゃないのかななんて思うんですよね。で、前回使ったフロントバンパーは結構タイヤ寄りに詰めれることができたので、リアの方はレギュレーションいっぱいに伸ばしてみました。はい、こんな感じでレギュレーションギリギリっていう感じですね。ほんとちょっとだけ隙間があるような感じになっています。それでは一旦分解してご紹介していきたいと思います。はい、というわけでこんな感じで分解しました。まずはこのベースとなるプレートのご紹介なんですけれども、 AR シャシここの部分穴が貫通してないので、まず穴を貫通させます。2mmのドリルを使って穴を貫通させてもいいですし、ビスやキャップスクリューを染み込んでってネジ山を作って貫通させるのもいいと思います。僕は一応ネジ山を作って貫通させました。なのでこうやってビスを入れても下に落ちることがないので、取り外したりするのが楽になるのでメンテナンスはしやすくなるかなと思います。あとはぴったりビスとシャーシが固定できるので強度面も上がってくると思います。はい、それでここバンパーを一応カットしたんですけれども、このカットラインって今回はリジットバンパーなので、ギミックバンパーとかだったら結構このカットラインってアンカーなどのギミックが動く可動域を制御したりとかの役割とかも出てくるとは思うんですが、今回リジットバンパーなので結構適当に切ってしまってもいいと思います。ちなみに僕はこの時空系をガイドに使ってカットしました。こんな感じで時空系を取り付けてホビーノコで刃を当てながらこうやって切っていった感じになります。このカットラインはこの時空系を例えばローラーに変えればもっと後ろになりますし、もっとちっちゃい何かここにはまるものにすればもっと詰めて切ることもできるので、結構おすすめなやり方かなと思います。やっぱりこう両サイドまっすぐ切るっていうのが難しいので、こういった感じで何かをガイドに使った方がやりやすいと思います。はい、それでこのベースとなるプレートはこんな感じで取り付けるんですけれども、元になっているのはよく使われている FRP のマルチリアステーになります。これをこんな感じでカットしました。両サイドのローラーの取り付け位置は不要だったのでカットして、ここの部分もシャーシに干渉してしまうのでカットした感じになります。で、このカットラインは僕は斜めになんとなくしてみましたけど、まっすぐでも全然問題ないと思います。ただ斜めにカットしてちょっと失敗したのは、ここ今サービス加工してこの部分にピクを乗っけるビスを立てるんですが、結構ギリギリになってしまったのでちょっと強度的には心配な部分はあるんですが、もったいないのでとりあえず一旦このまま使っていきたいと思います。で、今回は上から通すタイプのやつですね。下から通しても良かったんですが、結構 AR シャーシこの地上高低いのでタイヤ径をちっちゃくする場合、下から取り付けるんだったらこの取り付けるところを少し掘り込んでプレートを高くつけれるようにしないとリアバンパーの位置がギリギリになってしまいそうだったので、無難に上から取り付けることにしました。この部分の掘り込むジグ持ってるんでできるっちゃできるんですけれども、こっちの方が誰でも再現性が高い取り付け方法かなと思いましたので、こっちでやっていきたいと思います。はい、それとこの部分結構バンパーの中でも強度
が必要になる部分だと思うんですよね。取り付けの付け根みたいな感じになるので、なので2枚接着して最初使おうかなと思ったんですが、 AR シャーシ自体が結構合成の高いシャーシなので、あえて1枚に使って FRP のしなりを残してみました。この辺はちょっと後でバンパーを組み立てた時にどれぐらいしなるのかを見ていただけたらなと思います。はい、それでは次にブレーキステーと引っかかり防止ステーをご紹介したいと思います。はい、ブレーキステーなんですけれども、これはもうおなじみのこのブレーキステーですよね。これと一緒なんですけれども、特に形の加工は何もしていません。なのでサラビスを通すところだけサラビス加工をした感じになります。こことここはローラーステーを取り付ける場所なのでサラビス加工をして、こことここはマスダンパーを取り付けるビスを立てるのにサラビス加工をしました。ブレーキステーに関してはこれだけですね。で、あと引っかかり防止ステーなんですけれども、こちらはフルカール用のワイドステーを使っているんですけれども、こんな感じでカットしました。この部分ですね。この部分をカットした感じになります。あとは取り付ける部分をサラビス加工しました。で、一つ注意点なんですけれども、今回作ったリアバンパー、先にこの引っかかり防止プレートをブレーキステーに取り付けておかないと、後で取り付けるのが少し面倒なので、この部分は先にやっといた方がいいかなと思います。はい、取り付ける場所はここの一番端っこになります。はい、これはローラーの取り付け位置によっても変わってくると思うので、いい塩梅のところにこのようにずらしたりとか、反対にしたりして調整していくといいと思います。それではこれ取り付けてしまって、次はローラーステーのご紹介に行きたいと思います。はい、ローラーステーの方は AR シャーシ用のフロントワイドステーを使いました。フロントバンパーと一緒で1枚だとかなり柔らかいので2枚接着してあります。それ以外の加工は特にしなくてもいいんですが、ローラーを 19mm を今回使おうと思っていたので、不要な箇所を切ったという感じですね。13mm も一応使えるようにこの穴は残してあります。カットしたところはこんな感じになるので、この辺は実際のマシンのセッティングなんかに合わせてローラーを選んだりとか取り付け位置のカットをするといいと思います。あとは軽量化のために使わないところを少し肉抜きしてあげたりすると、ローラーステー自体が軽くなるのでいいのかなと思います。それでローラーステーをベースのプレートのこの部分に取り付けていきます。なのでこんな感じですよね。ちなみに反対側にすると19mm のローラーだともっと後ろに寄せることもできます。あとはこの AR シャーシ用のを使わないで、例えば直カーボンにしたりとか、フルカール用なんかにすればもっとタイヤ側に寄ったり離したりっていうことができるので、こんな感じでローラーの距離を指定によって変更するといろんなセッティングができると思います。それでは実際に組み立ててしまいたいと思います。はい、ちょっとした小ネタなんですけれども、このリアバンパー結構ここにいろんなものを乗っけていくので、ビスがこう動いてしまうとすごい取り付けにくいんですよね。なのでビスを入れたらこんな感じでマスキングテープで留めてしまうと、この後こういったアルミのスペーサーとか入れても手で押さえてなくていいので結構楽になります。ではちゃちゃっと組み付けちゃいたいと思います。はい、取り付けの方が完了しました。つけるとこんな感じになります。ちょっと引くのビスをそのまんまカットしてないので長い状態なんですが、これで完成となります。はい、それでベースプレートを1枚にして FRP の柔らかさをちょっと活かしたいなと思ったのはこういう感じですね。結構しなるんですよね、 FRP って。で、特にこのバンパー下から通してるわけじゃないので、多分よりしなりやすいバンパーかなと思います。シャーシ自体も多少はしなるんですけれども、 AR シャーシ合成が高くて硬いシャーシなので、こういったところでコースのフェンスに引っかかった時とか
いなしてくれればいいかなと思って、ここのベースプレートは1枚にしました。心配なところは強度面になるんですが、ちょっとその辺は使ってみないとわからないというのが正直なところで、もし割れてしまったとしても FRP のこのリアマルチそんなに高いものではないので交換してしまってもいいかなと思います。はい、このリアバンパーなんですけれども、この部分でローラーと、ブレーキステーなどを取り付けているんですが、タイヤ径を変えて地上高が下がった時、ブレーキステーとか、引っかかり防止ステーとかを少し上げたくなった時は、ここの取り付けの部分のスペーサーを少なくしてあげることによってブレーキステーを高いところにセッティングすることができます。この辺はコースによっても最適なブレーキステーっていうのが違ってくると思いますので、いろいろ試せるようなセッティングのマシンが一つあってもいいと思います。はい、それ以外だとマスダンパーをとりあえずこの位置に取り付けているんですけれども、この辺りを軸にしてキャッチャーのダンパーにしたりとか、真ん中ら辺に1個穴開けて置きます段1個にしたりとか、その辺りもいろいろと試せるのかなと思います。裏側はこんな感じで、ここの部分に取り付け位置がないので、結構こうやるとしなる感じですね。で、このタイヤとローラーの間の隙間、結構今回ここのローラーの幅少し広めにしてあるので、ここに空間ができてしまって、コースのフェンスとかがここに入ってコースアウトしてしまわないように引っかかり防止ステーを取り付けました。結構この辺はもうそのマシンによってどのプレートをどのように使ったらいいのかっていうのが変わってくるので、やってみないとわからないっていう部分が正直あるかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。フロントバンパーとリアバンパーができると、ようやくマシンらしい姿になってきましたよね。わりかし FRP 縛りでもそれなりのマシンができそうな感じがするんで、なんて言うんですかね、試したいこととか試作とかを作るにはかなりいいかなと思います。これで実際に走らせて調子が良かったらカーボンにしてみて、ちょっと肉抜きとかして軽量化しても強度が保てると思うのでいいと思うんですよね。ミニ四駆絶対にカーボン使わなきゃいけないっていうわけでもないですし、強度が必要ないところだったり、あえてしならしたいとか、そういった使い方が FRP のステーにはあると思いますので、そのあたり使い分けられるようになったらすごいですよね。そんな感じで今回は終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。